皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は青山に渡辺保さん、演劇評論家、歌舞伎評論家の渡辺保さんのセミナーを受けに来ました。渡辺保さん、先日文化功労者にも選ばれました。歌舞伎の劇評、昔から書かれてますけども、2000年からはご自分のインターネットサイト、ウェブでも公開されてます。より自分のきちんと意見を発信したいということで、そういう活動もされてます。私は YouTube ですけども、そういう劇評がきちんと文化功労者として評価されること嬉しいです。大学の先輩でもありますんで、少しだけ親近感を感じさせていただいてます。もちろん中身は私よりも高尚、そしてクオリティ高いですし、そして見ている量も半端ない量です。ということで、これから青山ツインタワーに渡辺保さんのセミナーを聞きに行きましょう。テーマは、若手歌舞伎役者若手7人に関するテーマだそうです。楽しみですね。それでは渡辺さん、文化功労者おめでとうございました。行ってみましょう。レッツゴー。今 NHK 文化センターの渡辺保さんの1時間半の講義が終わりました。テーマは渡辺保が語る7人の若手歌舞伎役者という話でした。そのポイントだけ皆さんと共有できればなと思います。もちろん渡辺保先生、非常に過去の役者話、知見含めて豊富です。それは直接渡辺保さんの皆さんも講座等、あとは著書、あとウェブでも読めますんで、そちらをご覧ください。講座の最後には、みんなできちんと役者の任を生かした芝居、見応えのある芝居を作るようにと言って、歌舞伎座にデモ行進をしようなんていう茶目っ気たっぷりの言葉で終わりました。非常にたまに薬という共感の話題、共感の笑いも出るような楽しい、そして情報量豊富な回でした。大きく中身ですけども、まず今この7人プラスアルファの役者さんのお話が出たんですけども、非常に役者が豊富だと。渡辺保さんが以前見ていた歌右衛門さん、宇左衛門さん等がいた時よりもさらに今は若手は充実していると。でも見応えのある歌舞伎芝居が少ないということで、それはまずなぜなんだと理由、それもきちんと3つの理由をおっしゃいます。その上で7人の役者の渡辺さんなりの評価というか、どういうふうに見てるかというお話をする。そして最後に、じゃあ空想劇場と言っていましたけども、3つの大きく忠臣蔵、義経千本桜、菅原伝授手習い鏡に関して、こういう配役でやればいいというのをみんなで考えようという、とてもうまい構成でした。本当になぜなんだろう、自分ならというのを考えさせる構成だったと思います。そしてまず、現在の状況ということで、なぜ、きちんと役者の個性を生かした芝居ができてないのかという3つの理由です。渡辺さんは1つ目、まず劇場、今大劇場しかない、歌舞伎座、新橋演舞場等ですね、大劇場しかないと。以前歌右衛門さんの時代には三越劇場というのがあったと。今浅草公会堂で、お正月プラスあと個人でやってると。でもそれは個人のリスクでやっていると、やっぱり少し小さな劇場で若手がのびのびとチャレンジできるような環境が必要だということをおっしゃってました。2つ目、やっぱりシステムが崩れてるって言っていたんですけども、教育のシステム、番付と役柄、そして早役だったら早役のまんまでもそのプロになると。そして、主役を張れる人たちは主役を張れる。でもきちんと自分のきちんと任を作るための教育育成システム
がないというふうにおっしゃってました。この渡辺さんの批評を読んでるとよくガラと忍という言葉が出てきます。一つの見方で覚えておくといいと思います。ガラというのは身体的特徴だと、例えば背の高さとか足の長さとか、自分では変えられないもの。でも忍というのはこれは役で鍛えれば体が変わっていくというものだというふうにおっしゃってます。そして歌舞伎というのはこれは江戸時代、1000人入るような、でもろうそくで灯された暗いところでやる劇場、そこで飲み食いしながら見る、それでいう観客を引きつけるために役者の体を見る、役者がらしく演技するのを見る芸術だというふうにおっしゃってました。そして3つ目の理由、これは役者自身が自分の何が向いてるか分かってないんじゃないかということをおっしゃってました。今はどんな役でもできるという、何でもやれるというのが美徳と思われてるんじゃないか。でも必ずしもそうじゃないと、そこら辺は確かになるほどなというふうに思います。そして、役者さん、7人の若手の役者さん、ただその前に、役柄ということで大きく書き出し、2枚目3枚目中軸、2枚目のお山、老け役、敵役、立お山、そして座頭と、こういう役柄があるんだと、それを意識するといいという話をされました。書き出し一番人気があるで、技量はこれからという役、そして2枚目、ちょっと笑わせる道化役の3枚目、そして中軸、これは書き出しと座頭の間でしっかりとした真ん中の別格だと。で2枚目の女方、老け役、敵役、立お山、座頭、それぞれどんな役者さんがいるかというと、書き出しは隼人さんと染五郎さん、2枚目は鷹之助さんと團子さん、そして中軸として右近さん、そして2枚目の女方として米吉さん、慎吾さん、敵役として巳之助さん、立お山として時蔵さん、そして座頭として嘉祥さんの名前を挙げていました。その後それぞれの役者さん、若手役者さんの個性一言、いろんな舞台を見た例を聞きながらおっしゃってました。ちょっとなるほどなと思ったのは、ということでその後忠臣蔵、千本桜、菅原伝授、手長井鏡をそれぞれの今話したような忍とか個性に従って配置をしていき、みんなで空想劇場を楽しみました。なるほどなと、先日アメリカに行って、世界最高のエンタメ調査をしたいということで、23のエンタメ見てきました。例えばアメリカのミュージカル、ブロードウェイのミュージカル見ても、またはラスベガスのシルク・ドゥ・ソレイユでも、逆にあまり役者を出さないで、その代わりロングランがリスクなくできるという考え方をとって、きちんと稼いでいるということが感じました。日本でいうと例えば劇団四季なんかそういうシステムを取ってると思います。主役の役者自身は変われると、ただ逆にこの日本の歌舞伎、やっぱり役者で見せるというところは、そういう欧米型の演劇とは違うのかな、そこが面白い、推しのこの日本の文化にもつながってますけども、そういうところ、ガラと忍という話もありましたけども、強く意識させる渡辺保さんの話でした。ということで今日はちょっと普段と趣向を変えて、文化功労者に選ばれた渡辺保先生のセミナーのいろんな話をしました。あくまでも私の理解です。全然理解不足だと思います。直接渡辺保さんのウェブ書物、そして講座等で実際の話に当たってください。本当ウェブの毎月の歌舞伎表参考になります。それを見た上で後半実際の歌舞伎座に行くというのも本当にいいと思います。それでは私もこれから、YouTube で、私が見た直後の本音の歌舞伎で何を感じたかというのをお伝えしたいと思います。プラス
落語の話だったり、こういう歌舞伎界隈の話、文楽の話等も一緒に YouTube で皆さんにお伝えしたいと思います。毎週公式 LINE、 電脳和風の公式 LINE もやってますんで、よろしければぜひこの、QR コードをスキャンして、毎週月曜日に配信してますんで、私の情報に触れてください。ということで、今日はこの青山ツインタワーから渡辺保先生の7人の若手歌舞伎役者の話をお伝えしました。以上、歌舞伎 YouTuber 電脳和風でした。それではまた一緒に歌舞伎や日本の伝統芸能を楽しみましょう。それではまた。